飛び蔵 TC77 モンスターバスター、まずこんなものが出来上がったんだっていう実感があるのが実はこのモンスターブランク。もう僕の体重の倍以上の魚をロッドのブランクが上げてきてくれるんですよね。だから限界点はこれどこにあるんだろうって、自分の力を補ってくれるというか、そんなブランク。ロッドが硬いっていう印象は全くない。体格がいい人のためのロッドではなくて、モンスターマグロを狙う人、例えば小柄な人であってもロッドをきちんと立ててロッドの性能でファイトをしようということをしていただければ誰でも使える。あくまで釣り人側、自分たちに主導権を持ったまま最後までファイトできる竿に仕上がってます。まだおいった。長時間のファイトになるのは当たり前なんだけども、でもできればより短い時間で魚との勝負にけりをつけたい。200キロオーバーをキャッチした時は1匹目の時は40分少々ぐらい、2回目の時は1時間5分ぐらいで魚との勝負が終われました。100キロ200キロを超える魚を狙うロッドに求められるものって、一つは大型のルアーが投げられるキャスト性能、それから2つ目はそのルアーがどんな状態にあるのかを感じられる感覚をロッドが伝えてくれること。例えば今主流となっているダイビングペンシルと、ポッパー、特にダイビングペンシルっていうのはある程度ティップが少し柔らかくないとルアーの操作ってしにくい特性があるんですね。ちゃんとその特性を受け止めてきっちりと演出できること。それから3つ目、ここが一番大事なんだけども、100キロ200キロっていう大型の魚を持ち上げてくれるロッド、この3つがないとモンスターとは決して戦えるロッドにはならない。あくまで釣り竿を曲げて魚と戦うための竿。いろんな人から実はこれ短いんじゃないのかとか長いんじゃないのかとか、この両方の声をもらってたんですけど、この反発力の強さというものが7フィート7インチでちょうどいいっていう、十分飛距離を出せるっていう長さに設定できたと実感してます。今回のこのモンスターマグロ用のヘキサゴンラバーグリップっていうんですけど、これものすごく実は大事なことで、この形とこのラバーの組み合わせはもうこれなしでは戦えないぐらいものすごい楽になる。滑らない、それからやっぱり握りやすい、指先ギリギリでもちゃんとロッドをホールドしてくれる。モンスターと戦うにはこのグリップは絶対に必要だと思う。どうしても例えば船のレールにガーンと当たってしまったり押し付けられたり、そこで耐えるっていうことも何回もあるんだけど、このラバーのグリップだったらへこみが起こらないし変形もない。これほど信頼できるグリップは他にはない。まだいる、まだいっぱい見てる、いっぱい見てる。おお、いった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 。このリールシートについても、もう100キロオーバー200キロオーバーっていうモンスターと戦うために、我々アングラーが何の不安もなく魚とのファイトに集中するため、どっかのパーツが壊れてしまうっていうことが全くない状態でファイトしたいので、今回はもう金属シート、絶対に破損とかがあってはいけない、モンスターブランクに同等もしくはそれ以上のものじゃなきゃいけないということで、今回この金属のリールシートを装着しています。ガイドセッティングについては、装着するリールが2万番クラスという非常に大型のリールが多いゆえに、このまずバットガイドはこの RV ガイド、それからトップガイドの手前にアシストガイドをつけることによって、ワンチャンスの時にライントラブルを起こさない、エアノットとかキャストトラブルが極力ない設計になっています。ロッドエンドについては、キャップがついてますけども、もちろん中に、ギンバル仕様も
仕込んであるので、これはもう皆さんのファイトスタイルでどちらでもつけたまま使ってもいいし、外して使ってもいいし、両方選択できるようになってます。もうロッド、リール、ライン、フック、リング、ノット、全てが最強でなければ戦えない相手。わずかなチャンス、そんな数多くないチャンスの時に不安要素が一つもないっていうことは、何よりも魚が取れる。新しい時代が来たなって、このロッドは人間のテクノロジーもここまで来てるんだよって、そんな竿だね。